絶対に覗いてはいけない。あなたはそう忠告を受けた部屋を前にして好奇心を抑えられますか？ 1998年11月10日、アメリカフロリダ州北東部の都市ジャクソンビル。相変わらず散らかってるわね。学校へ出かけたばかりの息子の部屋を訪れ、ため息混じりにつぶやいたその女性はメリッサ・フィリップス。この時間に息子ジョシュの部屋に掃除にやってくるのは彼女の日課。ただこの日はいつもと少し事情が違っていました。僕がいない間に勝手に部屋に入らないでね。絶対にダメだからね。なぜか今日に限って息子のジョシュは何度もそう念を押してから学校へ出かけたんです。思春期だもの。母親に見られたくないものの一つや二つあるわよね。母メリッサはそうやって特に気にせずジョシュの部屋へやってきていました。たとえ何かを見つけたとしても彼女は何も言わずにいるつもりでいたんです。そう、この時までは。あら、隠そうとしてたのはもしかしてこれ？ある時点で息子ジョシュが何を隠そうとしていたかに気がついたメリッサ。彼女の視線の先ではベッドのフレームが一部分だけ不自然にひしゃげていました。そしてそのフレームの中には入るなと念押しされたその部屋で見てはいけないものを見てしまった女性。少年はベッドの下に一体何を隠していたのか。わずか14歳の彼が一生棒に振るより怖かったこととは。おそす、俺もキャットフード食べてみたいな。ケンちゃんです。最近、可愛いポジションをルナちゃんに取られちゃってるヤミヤミコです。ルナね、可愛いっすよね。私に引きを取らないわね。カメラ回ってないとき殴んのやめてもらっていい？ルナ。ガードで指折れてるからね、3本ぐらいは。ひどもっと言えよ。ひどい！でけえよ、声。本日ご紹介するのはアメリカフロリダ州で14歳の少年が起こしてしまった衝撃的な事件について。この少年、想像するのもおぞましいものをベッドの下に隠していたんです。あれ14歳の子供でしょ、何隠してたのか。私の想像してるものじゃないんでしょうけども。エロ本じゃねえわ。ベッドの下に隠してたらすぐバレるんじゃないの？親は見るもんよ、ベッドの下。俺も親だったら絶対ベッドの下に見るわよね。見ないのね、俺の子供、絶対ベッドの下に見られたくないもん隠してたの。もっといいとこある。探せ。この世の全てをそこに置いてこい。事件に話を戻すんですけれども、そのね、母親が少年のベッドの下からあるものを見つけた時に、我が子の行動なのかと疑ったほどだったんです。この少年がベッドの下に隠していたものの正体とは果たして。壊れたベッド。1998年11月10日、舞台はアメリカフロリダ州ジャクソンビル。母さん！その日の朝、玄関で母親を呼んでいたのはカールした髪型が特徴の少年ジョシュ・フィリップス。いつになくしつこく呼びつけるその声に母親のメリッサも不思議そうに玄関へ向かいます。すると、僕が学校に行ってる間、部屋には絶対に入らないでね。なぜかその日に限ってそう言って母親に釘を刺したジョシュ。彼は母親思いの優しい少年で、これまで部屋に入られるのを嫌がったことなどありませんでした。ただジョシュもそういう年頃ってことよね。母親のメリッサはそうやっていつもと違う息子の言動もさして不思議なものではないと受け止めていたんです。そしてこの後メリッサは何も気にせずジョシュの部屋へ向かうんですが、そのことを激しく後悔します。その部屋で目を引くのは一箇所だけひしゃげたベッドのフレーム。何かを覆い隠すようにテープで補強されたそれはただ壊れただけではないことを不気味に物語っていました。その奥に潜む物の正体を語る前に、皆さんにはこの家に住むジョシュという少年が何者なのかを知っていただきましょう。彼の物悲しいバックボーンを知っているか否かで、ベッドの下の真実を知った時の感じ方は大きく変わるはずなんです。1997年、当時13歳のジョシュはその日、生まれてこの方暮らしてきたペンシルベニア州アレンタウンを去ろうとしていました。ダニエル、ベンジ、また一緒に映画を見に行ったりできるよね。ジョシュがそう言って寂しげに語りかけたのは、10以上も年が離れた異母兄弟たち。ジョシュがこの町で暮らしてこれたのは彼らのおかげと言っても過言ではありません。実のところ、ジョシュの父親は重度のアルコール依存症で、母親のメリッサやジョシュに対していつも暴力を振るっていました。そうやって父親に怯えて暮らす日々の中で内気な性格に育ったジョシュ。彼は友人と呼べる友人も作れないほど殻にこもってしまっていたんです。そんなジョシュの支えになってくれていたのが、近所で暮らしている腹違いの兄2人。彼らは弟ジョシュをいつも気遣い、映画やコンサートなど彼を楽しませるために様々な場所に連れ出してくれました。しかしこの日、ジョシュは両親と3人でフロリダ州へ引っ越すことになり、2人の兄ともついに別れることに。これってきっとさ、兄弟は大人になってしまってるから、このままこの町で暮らすことになっちゃったんだよね。素敵なお兄さんなのに寂しいよね。何よりジョシュが不安だったのは、新しい町で自分に友達ができるかなっていうところだったんです。普段ジョシュは父親に口答えをすることは一切ありませんが、今回の引っ越しについてだけは何度となくやめてほしいと訴えていました。それは2人の兄と離れ離れになれば新天地で孤独になってしまうことが目に見えていたから。ジョシュ、向こうでもうまくやれよ。また頃合いを見てこっちに遊びに来るといいさ。2人の兄はそう言って明るくジョシュを見送りましたが、彼は晴れない気持ちのまま故郷から1400キロ離れたジャクソンビルの町へやってきたんです。そしてジョシュの予想通り、この町の学校でも彼
彼に友人はできませんでした。ただ予想に反していたのが近所に住むある少女の存在。こんにちはジョシュ、今日は何して遊ぶ？彼女はマディ・クリフトン。人懐っこくて物おじしない性格のマディは6歳も年上のジョシュに会うたびに駆け寄ってきます。友人などできた試しのないジョシュは最初のうちこそ困惑していましたが、マディがジョシュを誘うたび2人の間には不思議な友情関係が築かれていったんです。マディは本当に純粋で可愛いな。そしてそれはジョシュがジャクソンビルへ引っ越して1年が経とうという頃のこと。ジョシュ大変。その日血相を変えてジョシュの部屋へ飛び込んできた母メリッサ。彼女は続けて言いました。ご近所さんのマディが行方不明なんだって。行方不明ってもうジョシュがベッドの下に何隠してるのか言ってるようなもんじゃない？怖っ。でも初めてできた友達でしょ。そんなことある？まだね、そうと決まったわけではないんです。そうよね。マディは一体どこへ行ってしまったんでしょうか？少女を探せ。ジョシュが友人マディの行方不明騒動を知らされたのは1993年11月3日の夜。外ではすでに警察や地域ボランティアによる大規模捜査が始まっていました。当然ジョシュもいても立ってもいられず捜索ボランティアに参加。おいマディ、返事をしてくれ。ジョシュはそうやって声が枯れるまで叫びながら森の中や沼地を必死に走り回ったんです。しかしどれだけ探し回ってもマディが見つかることはありませんでした。その後警察は有力な情報提供者に日本円で約1500万円の報奨金を用意。誘拐事件の可能性も踏まえ容疑者の捜査も進めていきました。そして当然マディと頻繁に遊んでいたジョシュも容疑者の一人として挙げられることに。ただ警察はジョシュの自宅を3回家宅捜索をしていたものの、マディにつながる手がかりは何一つ見つかっていませんでした。それもそのはず、マディがジョシュの家に来たことは今まで一度もなかったんです。父さんが人を家に入れちゃいけないっていうので。そう、ジョシュの父親はジョシュが自宅に友人を呼ぶことを禁止していました。ジョシュの父親は子供嫌いで、特にマディのような小さな女の子は大嫌いだったんです。小さな頃から父親に怯えながら育ったジョシュにとって父親の言うことは絶対。警察に父親の話をする彼もどこか怯えた様子に見えていました。女の子が大嫌い？ジョシュのお父さんも怪しくないか？関係あるかもしれないですよね。そしてついにお母さんのメリッサがジョシュの部屋でそれを見つけてしまうんです。それはマディが行方不明になってから1週間後の11月10日、ジョシュが部屋に入るなと念押しをして投稿していた後、母メリッサは特に気にすることもなく彼の部屋を訪れていました。すると、あら、あの子水をこぼしたの？そう気づいたメリッサは濡れていた床を拭こうとその場に身をかがめました。それはジョシュのウォーターベッドから漏れ出した水。そこからベッドの方へ目をやったメリッサはベッドのフレームが1箇所だけひしゃげるように壊れ、テープで補強されているのを見つけるんです。ジョシュったら壊したのね。そうつぶやいた次の瞬間、彼女は言葉を失いました。なぜならひしゃげたフレームの隙間から少女の足が見えていたから。ジョシュがベッドの下に隠していたものは紛れもなく彼の唯一の友人マディの遺体でした。この後警察へ連行されたジョシュはすぐにその罪を認めます。はい、僕がマディを殺しました。やっぱりジョシュが隠してたのマディの遺体だったわけ。予想はついてたんだけど改めて言われるとすっごいショック。なんでそんなことしたのよ。不思議なのは警察ね、ジョシュの自宅家宅捜索で3回も訪れてるんですよ。その間もね、マディの遺体はずっとベッドの下にありましたし、警察は当然ジョシュの部屋を訪れているんです。なんで見つかんないのよ。警察がなぜジョシュの秘密を見抜けなかったのか、その理由について考えていきたいと思います。というわけで本日のメトラキーワード、遺体の匂いについて。遺体は死後腐敗が進み、夏場は2日から3日、冬場は5日から7日ほどで刺臭と呼ばれる強烈な匂いを放ちます。チーズが腐った匂いとも例えられるこの刺臭は微生物が遺体を分解する際に放出するガスの匂いなんです。警察がジョシュの自宅を家宅捜索した際、彼の部屋には刺臭が充満していました。ただジョシュは部屋で鳥を飼っていたため、チーズが腐ったようなその匂いもペットの糞便や獣臭が混ざったもののようにカムフラージュできてしまったというんです。確かにチーズが腐ったような匂いって言われると日常的にありえなくもないし、見逃しがちだったのかもしれないもんね。警察もね、まさか子供が自分の部屋に遺体を隠してるだなんて思わないですからね。気になるのはジョシュがなぜ友人のマディを殺してしまったのか。父親のね、話をするときにどこか怯えた様子のジョシュ。実はそこに根本の理由があるんです。臆病者の殺意。1998年11月3日、その日ジョシュは友人のマリーと野球をして楽しんでいた。僕がバッター、マディはピッチャーね。14歳の少年と8歳の少女が2人で野球をしているその光景は傍目には少し変わって見えるが、彼らは互いに屈託のない笑顔を浮かべていた。ジョシュが異母兄弟たちとそうだったように、年の離れた2人の間には紛れもない友情が存在していた。しかしそんな2人の絆を引き裂くアクシデントはいとも簡単に訪れた。
マディ、大丈夫？痛いよ。ジョシュの打ち返したボールはマディの目に直撃した。彼女は血を流しながら痛いと泣き叫んでいる。マディ、家に帰って手当てをしてもらおうね。ジョシュはうろたえながらも精一杯マディをなだめようとするが、痛いよ。彼女は甲高い泣き声を一向に止めようとしない。まずい。泣き叫ぶマディを前にしたジョシュの脳裏には、彼が何より恐れているものの存在が浮かんでいた。このままじゃ父さんにどやされる。そう、ジョシュの父親は小さな子供、特に女の子が大嫌い。父親が帰ってきた時に泣き叫ぶマディを目にすれば機嫌を損ねるに違いない。ましてやジョシュが怪我をさせたとあれば痛い目を見ることは分かりきっていた。もう無理にでもマディを黙らせるしかない。この後泣き叫ぶマディを強引に自宅へ引きずり込んだジョシュは電話コードで彼女の首を締め上げ、持っていたバットで殴打。意識を失ったマディを自室のベッドの下に隠したんです。マディを殺した理由がお父さんに怒られたくなかったから、それだけで8歳の女の子殺すまでできるかしら。あくまでね、ジョシュ自身の証言なので、嘘か誠か分かんないところではあるんですけどね。だとしても、親父に怒られるぐらいだったら、友達殺した方がマシって考えちゃう神経というか、脳の回路というかね、その選択肢すら浮かばないから、意味が分かんないですよね。実のところこの時マディはまだ亡くなっておらず、意識を失っているだけの状態でした。ジョシュはそんな彼女をベッドの下に隠したまま家族と団らんを交わし、いつもと何ら変わらない様子で振る舞っていたんです。そしてそれはその日の夜、ジョシュが自室へ戻った時のこと。ベッドの下から聞こえてくる苦しそうなうめき声。そう、気絶していたマディが意識を取り戻したんです。やばい、もしマディを隠したことがバレたら。ジョシュの脳裏に浮かんだのはまたしても父親からの叱責。震え上がった彼は慌ててベッドへ駆け寄るとマットレスを外しました。そこに横たわっていたのは青白い顔をしたマディ。こんな状態で外へなんて出せないぞ。完全に怯え切ったジョシュはいつの間にかナイフを手に取っていました。そしてまだ幼い少女の胸元へ向け7回もその刃先を振り下ろしたんです。ここから1週間、ジョシュはマディの遺体をベッドの下に隠したまま普通に学校へ通い、さも心配しているかのように彼女の捜索活動に参加していました。ベッドのフレームが一部だけひしゃげていたのは、きっとジョシュが慌てて遺体を隠した際に壊してしまったものでしょう。結局ジョシュは犯行の残虐性から成人と同様に裁かれることになり、事件から約8ヶ月後の1999年7月6日、第1級殺人で仮釈放なしの終身刑を言い渡されます。ちなみに発見時のマディは衣服を身につけておらず、ジョシュに的な動機があった可能性も指摘されていますが、結局暴行の形跡は見つかっていません。本当の動機はジョシュにしか分かりませんが、彼の話すことが真実だとすれば、その人生は全て父親に翻弄されてきたことになります。父親によって兄弟の仲を引き裂かれ、父親の恐怖に支配されたがために人生を棒に振ってしまったジョシュ。ジョシュほどの異常行動は例外だとしても、彼の感じていた恐怖心に覚えがある人はきっといるはず。あなたは目上の人に怒られたくないがために変なごまかしをしてしまったことはないでしょうか。